こんにちは、やすです。今回は千の線という技術について解説したいと思います。昔の達人たちはどんな勝負事でも戦いに勝利する条件として先手を取ることを挙げています。これを宮本武蔵は枕を抑えるという言葉で表現しています。敵と相対した時、敵が心の内に思うところをまだ動作に表さぬうちに見て取り、敵が撃とうとするならばそのうの字のところで食い止め、その先をさせぬという意味である。で、この技術を解説したいと思うんですけど、先に、言っておくと、現代の武道家は結構そこのところ勘違いしてるところが多くて、相手より早く動くことっていう風に勘違いしてる人が多いですね。次の動画をご覧ください。この動画の場合、相手の方が自分より早く動いています。しかし到達するときには自分の方が先に相手に当たっています。しかしこの技術は相手からダメージを与えられる可能性もありますし、もしそれがナイフなど凶器であれば自分の方が致命傷になるダメージを与えられる可能性が高くなります。この動画のように速度が速いというだけだったら、年を取ったら絶対に弱くなっちゃいますし、技術としてそこら辺どうなのかなって思います。やっぱり技術って年寄りとか女の人とか子供とか、そういうその力で相手に及ばない人、力とかその筋肉量とかで及ばない人たちがその強い人たちを倒せるっていうのが技術だっていうふうに僕は考えているので、この動画の考え方だとどうしてもそれは不可能になってしまうっていう理屈になってしまうので、技術としてはあんまり良くないと思いますね。続いて次の動画をご覧ください。この動画の場合は相手が動こうと思ったその時にその出鼻をくじいて突きに行っていることが分かります。この場合、相手は突きを出すことができず固まってしまっていることも分かると思います。この動画にあるように相手が打とうとしている時に先に動いて止めるっていうのが、線の一つの方法だと思いますね。もっと多分上までいけば本当に動く前、本当に考えただけで、相手が考えただけで動けるっていう、それを食い止めるっていう風にできると思うんですけど、それはすごく難しいと思いますね。で、ポイントとしてはよくどこを見れば、相手のどこを見て戦えばいいんだっていう疑問を持ってる人がすごく多いと思うんですよね。でそれって肩のあたりを見ろとか、相手の目を見ろとか、いろんな指導する人がいると思うんですけど、僕の考えではなるべく全体を見た方がいいと思いますね。特にこの線の技術とかっていうのをやるのであれば、相手の全身を見て、その全身から発せられる情報、やっぱり肩のところばっかり集中してるとそこの動きしか見れなくなっちゃうので、相手の攻撃って相手のその全身の動きそのものから繰り出される攻撃ですから、全身を見た方が相手のちょっとした体のこの変化っていうかを見ることができるんですよね。したらそのちょっとした変化に応じて、これは前蹴りが来るなとか、これは右のストレートが来るなとかっていう風に分かってくるんですよね。でもっとこう全体を抽象的にと言ったらあれですけど、全体をちゃんと把握しようとしてみると、雰囲気というか、これ次打とうと考えてるなみたいなところまで分かってきますね。でそこまでいくとそれを抑えようとする動きにすればいいわけですよね。このように見て動くことができると、自分はそんなにスピードを出さずとも相手の動きを止めることができます。ここで、疑問に思う人がいると思うんですけど、相手がフェイントの攻撃だったらどうするんだとかっていうふうに思う人はたくさんいると思いますね。だけど実際のところフェイントの攻撃かどうかっていうのも分かってくるようになってきますね。もちろん相手のレベルによってね、すごいフェイントが上手い人とかだったら
さらにその上をってこうどんどんこういたちごっこみたいになってくるとは思うんですけど、技術としては存在します。やっぱり最初から攻撃する気がないなとか、この攻撃は最初フェイントで仕掛けてこようとしてる雰囲気だなとかっていうのが分かってきます。でそういう攻撃は自由にさせておいて、本当の相手の狙っている攻撃を先手を取って止めたり自分の攻撃を打ち込んだりするのが重要だっていうふうに武蔵は言ってますね。それでは最後に、この境地に達したらこれを極めていったらどういうふうになっていくかっていうのを武蔵の言葉を借りて言いたいと思います。この境地に達すると明鏡の前に全てが映るように敵の心や動きが見えてくるものだという。敵のすることを抑えようとばかり努めるのは後手である。こちらは兵法の道のままに自由に技を振るいつつ、敵が技を仕掛けようとするその出鼻をくじいては敵の企てをすべて役に立たぬものとし、完全に料理してしまってこそ兵法の達人たるゆえん鍛錬の成果と言えよう。